どうもスーパーナチュラルファミリーです。移住して半年経った今でもマレーシアの受け入れがたいところ13個発表していきたいと思います。スーパーナチュラルファミリー。まず1個目G もうとにかく私たちにとって天敵なんですよね、こいつらは。天敵。お店でも家にもとにかくどこにでも本当現れます。びっくりしますよ。家には大が2匹、中型が3匹、15メートル級に関しては結んでてます。15メートル級？違う超は数えきれません。もこれぐらいちっちゃい小型はね、う生まれたてみたいなやつらがほぼ毎日出てた時あったよね。今でもかな。もう本当こいつらには本当に悩まされてますね。2個目、建築土木のクオリティがちょっと低い。さっき話した G が家に出ることにもつながってくるんですけど、とにかく家に隙間が多いんですね。なので、玄関の下とかから虫入り放題です。隙間以外にも窓の立て付けがちょっと悪くてピチってやんないと閉まんなかったり、とにかくマレーシアの家はすこぶる水回りが弱いんですよ。シャワー室の天井からの水漏れとかもよくある話で、うちも業者さん呼んで直してもらったんです、直してもらったのにまた天井からちょっとカビがね出始めてるんだよね。そういうことがよくあります。で他にもね、お湯が出なかったり、玄関の鍵がもう壊れて開かなくなって入れなくなっちゃったりとか、もう家に関してはね悩みの種多いよね。いや多いね。3個目、結構ゴミがひどい。これね、私はちょっと驚いちゃったんだけど、歩くと道の脇とかにほんとずーっとゴミがね落ちてる。食べかけのご飯のやつ。それがもうカビ生えてね腐り始めてるのとかがすごいあったりして、一応定期的に落ち葉なんかを掃除してくれる清掃業者さんみたいなのが掃除はしてるんだけど、そういう人たちはねポイ捨てのゴミまではねどうやら処理はしてくれないみたいで、本当にずーっともう何年も前からあるんじゃないのみたいなやつがずっとね落ちっぱなしだから、どんどん増えてくんだよ。やっぱね気になるけど、やっぱなかなか自分でゴミを拾うみたいにそこまではちょっとなかなかできてませんね。4つ目、野良猫の死体。野犬が多い。猫を飼ってる私たちからすると結構ね辛いんですよね、野良猫の死体が。移住して半年なんですけどもすでに3体は見てます。しかも限られたエリアしか歩いてないのに、歩道の端でずっと置かれてるっていう状態があるんですよね。続いてたりするんですよね。そしてもう一つ、野犬がいるんですよ。これねビビりましたね。最初放し飼い系の犬なのかなと思ったんですけどあれ多分普通に野犬だよね。誰かがもう、野に放ったみたいなのがうろうろしてるんですよ。そう、私が朝イくんを連れて行く時に本当もうこの距離で、これね犬、これ私たちみたいな、この距離で鉢合わせしちゃって、どんどん近寄ってくるから、どんどん下がっていくみたいな。で一回ここ通り過ぎようかなって思ったんだけど、あまりにも怖くて諦めた。そのままちょっと逃げて避けて、そうだね。そういう感じで結構ねグラブとか乗ってても野犬の群れに遭遇したりワンワン言ってるの5、6匹はいたかな、成犬の野犬が群れで。ニートの世界やでそれでもねマレーシアで狂犬病で亡くなってる人とかもいるから、とにかく近づくのは危険です。5つ目、交通ルールの無視。信号無視とか、交差点に入りながらのいきなりの右折とかあるよくある。あとウインカーなくしで車線変更突然してくるやつとか、めっちゃ車幅寄せてくるやつとか、あとねバイクの逆走とか、歩道の中をバイクが走ってきたりとか、もうとにかくみんなスピード出しすぎみたいなのとかね。制限速度守ってないね。制限速度は守ってない。グラブ乗ってるとたまに100は普通に出てますね。一回さすごい一回危なかったね。本当、もうスレスレまで迫ってて、そうパパが死ぬところだったの。いや俺もう本当これぐらい削られるちょっと怖いよねマレーシアの。怖い。6つ目、歩行者への配慮がちょっと少ないかな。まずね歩行者信号の数が圧倒的に少ないし、あってもそれが壊れてるし、赤のまんま変わんないしみたいな感じ。結構ね道路はもう信号を頼りにしちゃいけない感じなんだよね。詳しくは前の動画でもね話したよね。そうやっぱね車社会だから歩行者へのその待遇っていうのは逆にちょっと悪い感じになってるのかなって思います。7つ目、空気が汚い気がする、いわゆるヘイズ。いや朝ね、家から外出るとやたら臭い時あるんだよねいやなん
えも言われぬ匂いが充満してる時があるんですよ。ちょっと私は分かんないんだけどね、それはまあでもとにかくやっぱ車が多いからもちろん排ガスが多いかなって思うし、結構ねほんと黒い煙をバンバン出す古い車もう走ってるから、マレーシア車検がないんだよね。だから古い車すごい走ってるんだよね。古い車のねレベルが違うですねもう半分壊れてるやつとかも走ってて。本当ですよ。この間木の車見たって思ったらあれ普通にリアカーでしたどういうこと？まあだからちょっとやっぱり余計にね排ガスの量が多いかなと思います。8つ目、警察が怖い。よく聞く話なんですけれども、まだ私たちは経験したことないんですが、結構今フルロックダウンとかで取り締まりが厳しくなってて、警察もすごい見回ってるんですね。会社からの許可証だったりパスポートだったりを提示しろって求められる時があるみたいなんだよね。そこでちゃんと提示したにもかかわらず、なんかイチャモンつけられて、その200リンギットとりあえず出せみたいな、出さないとお前連行するぞみたいな感じでこう言ってきて、もうお金で解決するしかないから、何も悪くないのに200リンギット払うで解放してもらうみたいなことがあったりっていう話も聞いたりして、私も一回ねそのフルロックダウン前に買い出ししてる時に外にいたら警察がおもむろに近づいてきて、おいみたいな、マイスジャテラを出せって言われた時は、もう死んだって思ったけど、なんとかなりました。お金は巻き上げられなかったです、その時は。まあ多分いろんなタイプのポリスがいるから、運が悪いとそういうのに捕まっちゃうかもしれません。9つ目、公園が少ない。そう、日本の時は家の近所に3つ4つ5つぐらいはありましたそうだから休みの日とかはパパがね、いいくん連れて公園で遊ぶっていうのが午前中のルーティンでした。そう、ママはね寝てたりするの、その月はでもこっちは徒歩で行ける範囲っていうのはもう1個もないね。グラブに乗ってまあ10分ぐらい行けば2個あるっていうぐらいの程度で、そこまで遠く離れちゃうとすぐ家帰ろうってなれないから、ぐずってもいいようにお菓子もジュースも着替えもとか持っていくと、やっぱ荷物もすごいいっぱいになるし、せっかくお金かけてグラブ乗るならやっぱ買い物もしちゃいたいなとか思うと、やっぱちょっとね気軽に行けないんだよね、公園に。じゃあ公園行こっかみたいにちょっとなりにくいのが寂しいよね。寂しいね。10個目、トイレのホース。何のこっちゃだと思うんだけど、マレーシアではじゃん、こんな感じでトイレにホースがついてるんだよね。で、何のためのホースかっていうと、お尻洗うやつです。お尻とか洗うやつで、私はねあんまりこれが好きじゃないんですね。どうしてもね衛生的だとは思えないところがあるんだよね。衛生的じゃないよね、どう考えてもあれ。そう、ショッピングモールでこれを使って洗ってる人が、もちろんいるんだけど、その個室の周りのトイレがもう至り一面びちょびちょなんだよね。だからもちろんそれをあと使えないじゃないですか。これだってこの水っていわゆるそこを洗って飛び散った水でしょ、でもちょっとそれをねちょっと想像しちゃうとすごく汚いのではって思っちゃうの。なんかねショッピングモールのによってはもともとホースついてなくて、ここトイレットペーパー専用だよみたいな個室のドアについてて、そこは絶対水浸しにならないみたいなトイレが用意されてる場合もあって、ほんと場所によるんだけど、ホースはねあんまり好きじゃないなって思ってます。11個目、これはねマレーシアに限らず日本以外の外国ではよくある話だよね。逆にね日本がクオリティ高すぎるっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、蛇口から出てくる水は、料理だったり飲料水にはまず使えないです。なんかねもう緑色だったりとか茶色だったりとか、その蛇口の水を使うためには浄水器を取り付ける必要があるんだけれども、浄水器もやっぱ定期的にフィルター交換が必要にはなってくるし、キッチンと洗面所とシャワーと、水が出るとこ全部につけようと思うとやっぱそれ相当にね一個一個やっぱそんな安くはないから、200リンギットぐらいのやつ使ってるかな、パナソニック。そうキッチンには、ちょっとねそこの初期設備として用意しなきゃいけないのは大変ですね。だからその代わりない場合はミネラルウォーター絶対用意しなきゃいけないから、すごいお金かかる。1ヶ月に100リンギぐらいは使ってるかな。12個目、遅刻魔。遅刻魔っていうとちょっとすごい言い方はすごいマイナスになっちゃうけど、時間にルーズな人が多い、ね、多いという。家がねひっきりなしに壊れているせいで結構業者がじゃあ何月の何時に来るよみたいなことが多いんだけど、時間通りには来ないよね。
業者来ないね、うん、とにかく来ない。1時間はまあ来ない。まあそれに関しては私たち的にはまあそんなもんだよねって思えてはいて、むしろ保育園とか時間ぴったりに迎えに行かなくても全然問題ない。それはすごい助かってるなって。ちょっとね気が楽な部分は確かにあります。そうだって日本の時の保育園さ、お迎え時間さ18時15分の通常保育がさ1分でも過ぎたらもう500円の延長保育取られててさ、残業した日なんでもう死ぬ思いで息切らしながら走ってること何度もあったの。信じられないくらいのスピードで自転車こいでたそれぐらい時間に結構保育園厳しかったから、その部分がなくなって助かってる。あれこれあんま悪いところじゃなかったかも。まあそうだね、私たち的には悪いところじゃなかったごめんなさい。最後13個目、客に対して結構適当そのお店の店員さんはだいたいそのスマホやってます接客中でもこれどんだけその高級ショップでも、うん、ブランド店でもお客がいないとなれば買ってやろういやパズドラはやってないよそこでやっぱ「Excuse me」って言って話しかけると大生が「はぁ?」まあちょっとそれ辺はねもう若干慣れた感はあるんだけど、あとちょっと驚いたのがさ、スーパーでさレジうちの人がさ、こうレジ台の上に座っちゃってる時ね、ヨードラでしか見ないわねスマホもちろん死後とかも普通にバンバンやってて、そのピッピしながら「手止まっちゃってる」みたいなこともよくあるのまあ別にこれに対して私が別に文句を言いたいっていうスタンスではなくて、やっぱ日本人真面目に働きすぎてんなーって改めてやっぱ感じたっていう方が大きいかな。確かにね、スタンスで働いていいってなれば日本人もちょっと気が楽だよね。ログインボーナスぐらい取りに行っていいですよ、仕事中に。最後ちょっと受け入れがたい点からちょっと話それちゃったけど、まあ、そういう感じです。以上マレーシアの受け入れがたいところ13個でした。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。 Please subscribe.